イブン・アッバースが伝えた。かつて預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれが、メディナかメッカの墓地の一つを通りかかった時、墓の中で苦しめられている二人の声を聞かれました。預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。この二人は題材のために苦しめられているのではない。避けるべきことではなかった。それから預言者、彼に平安と祝福あれは付け加えました。いや、そうである。彼らは題材のために苦しめられている。実際、一人は自分の尿で汚れることから身を守ろうとせず、もう一人は中傷、友人の間に敵意を生じさせるためを広めていた。預言者、彼に平安と祝福あれはそれから、ナツメヤシの木の青い葉を求めて二つに割り、それぞれの墓の上に一つずつ置きました。なぜそうしたのか尋ねられたとき、彼は答えました。それらが乾くまで、彼らの苦痛が軽減されることを願っている。サヒーフ・アルブハーリー216。ハディースの解説。墓は来世の最初の住処であり、そこには苦しみと至福が存在します。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、このハディースのように、墓の苦しみを招く行為のいくつかを説明しています。アブドゥッラー・イブン・アッバース、彼に神の祝福と平安あれは、このハディースの伝承者の一人であるジャリル・イブン・アブドゥル・ハミドが疑念を表明したにもかかわらず、預言者、彼に神の祝福と平安あれがメディナ、あるいはメッカの城壁を通り過ぎたと伝えています。アルブハーリーは、メディナの城壁の一つ、という表現を用いて、このハディースをアルアダブに確実かつ疑いなく収録しました。城壁とは、壁のある庭園のことです。墓の中で拷問を受けている二人の死者の声が聞こえたので、預言者、神の祝福と平安あれはこう言った。彼らは拷問を受けているが、大したことで拷問を受けているのではない。つまり、たとえ全能の神の目には重大なことであっても、あなた方の観点からは大したことで拷問を受けているのではない、という意味である。そこで預言者、神の祝福あれは、そうだと答えた。つまり、それは本当に大きな罪だ、という意味である。それから預言者、神の祝福あれは、彼らの罰の理由を説明した。それは、彼らのうちの一人が尿がかからないように体や衣服を覆わず、尿から身を守らなかったことだった。ムスリムの男女は、尿や便から身を守る義務がある。用を足す際は、水があれば水で、あるいは石を使って、あれこれと体を清めて尿や便から身を守るよう努めなければならない。石で3回以上、尿や便の痕跡がなくなるまで体を清めればそれで十分です。水で体を清める場合は、陰部がきれいになるまで水で洗えば十分です。神に感謝します。ティッシュペーパーの使用は許されており、何ら問題はありません。なぜなら、ティッシュペーパー、ボロ布、土、石、布切れなど、イスティジマルの目的は不浄を取り除くことにあるからです。しかし、骨、糞、その他不浄なものなど、イスラーム法で禁じられているものにイスティジマルを施すことは許されていません。排尿後に尿が滴り落ちた場合は、滴り落ち終わるまで急いで排尿すべきではありません。滴り落ち終わったら、イスティンジャ、体を清める、またはイスティジマル石で体を清めるを行うべきです。また、礼拝中や身を清めた後、何かが自分から出たという囁き声のような脅迫観念、ワスワスにも注意しなければなりません。こうした脅迫観念に気を取られてはなりません。もし何かが自分から出たと確信したなら、イスティジマル、水で身を清めるを繰り返し、その後、礼拝のために身を清めるべきなのです。身を清めた後、あるいは礼拝中、あるいは道中における脅迫観念は捨て去らなければなりません。もう一つは、人々の間で噂話を広め、他人の言葉を広め、人々に害を及ぼし、不和や不和を引き起こすことを目的としていました。そこで預言者、彼に平安と祝福あれはシュロの葉を取り、それを半分に折り、その一部をそれぞれの墓に置きました。教友たちは、彼に尋ねました。なぜあなたはこんなことをしたのですか？彼は、預言者、彼に平安と祝福あれが彼らの墓に置いたヤシの葉が乾くまで、アッターの至高なる神が彼らの罰を軽くしてくださるようにと、そうしたのだと告げた。ヤシの葉を指定した理由は、乾きが遅いからだとされている。また、ヤシの葉に特別な意味があるわけでも、濡れていることに乾いていることにはない意味があるわけでもなく、湿っている間は軽くなるように祈ったからだとも言われている。また、濡れている限り神を称えるという意味で、その祝福によって軽くなるのは賛美の祝福によるものだとも言われている。このハディースは墓の苦しみを確証し、それが信じて従わなければならない現実であると主張している。また、尿についても、体や衣服に付着する他の汚れと同様に、予防措置を怠らないように警告している。さらに、噂話に対する警告と、それがもたらす悪い結果の説明も含まれている。